皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋用で指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、相手の方の後手番の五間中飛車でした。後手番の五間中飛車に対してね、先手番の対策もね、非常にいろいろなものがあるんですけれども、今回は7八金型と言われるね、ちょっと比較的穏やかな展開になりやすい対策なんですけど、採用してみました。こちらのね、対策のポイントなどを大盤で分かりやすく解説していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私の先手番で7六歩、3四歩、2六歩、5四歩、そうですね、これが五間中飛車のスタートです。で2五歩に5二飛車とですね。はい、ここでね、2四歩といくとこれがいければ一番いいんですけども、2四歩にはね、同歩同飛車に8八角成という手がありまして、8八角成同銀に、ここでね2つの指し方ありまして、1つが3三角という飛車銀両取りですね。2一飛車ですと8八角成で先手が苦しくなりますし、2八飛車と引けばね両取りが受かるんですけど、2六歩という手が継続の手でありまして、同飛車ですと銀を取られます。銀取りを受ければ2二飛車とね、難しい変化もあるんですけど、これはね攻めていってもやっぱり逆襲されてしまうんでね、ちょっと指しづらいところです。あともう一つね、3三角とこう打つところで2二銀とねこう一球緩める手もあるところですね。こうやってくるとなんかちょっと安心しそうなんですけど、実はこれで次に3三角と3五角とね2つの狙いがあるわけですね。特に3五角ですね。それで3五角という狙いがあるわけですね。この3五角を防ぐのに5八金右と上がると3三角でね両取りが勝っちゃうということで、2八飛車のね引くのが受けの形なんですが、2七歩とこう叩く手があるんですね。同飛車ですと4五角で飛車取りと成りがありますし、2七歩にね飛車を横に逃げますとね3三銀と上がられて、次にねやはり2二飛車という形になるとね、これも形勢は難しいんですけれども、攻めていったのにねこう逆襲される感じですから、プロの実戦でねこのような感じで進んだ将棋もあるんですけれども、近年はね非常に少なくなってます。やはり先手番で攻めていってもこう逆にね後手に主導権を握られやすいというのがちょっと敬遠されてるね理由かなと思います。ですのでね、今の2つの変化がありますから、先手もここで2四歩とね突きにくいというのがこれね有段者の方上級者の方にとってはね馴染みのある変化かもしれないんですけど、そういった意味でね2四歩といけそうでいけないっていうのがねこの五間中飛車の面白い変化というかね、五間中飛車のなんていうんですかね、長所というところですかね。2四歩と行きにくいということで、今回やった私の7八金というのが今の変化を踏まえた対策になるわけですね。こう横太りでねこういうスタートで7八金っていうのは飛車が攻めてくるから分かりやすいですけど、なんでこう飛車が中央にいるのに7八金と上がるかっていうのはね、ただね皆さん今の変化をちょっとイメージしていただくとね比較的想像しやすいかなと思うんですね。こう交換して銀が浮いたりとか4五角と打たれたりこの歩が狙われたりとかいう変化があったわけですね。この7八金と上がることによって安全に2四歩とね交換しようというのがねこの7八金対策7八金型の狙いになってくるわけですね。で7八金に対してね相手の方は5五歩と突いたんですが、6二玉というような指し方もあるところですね。6二玉に対しては2四歩と突いていく手もありますが、6九玉と打ったりしてね、先手の方としては止まった瞬間に突くというのが一つのポイントになります。はい。で3三角と上がるような手でもね今回交換していけばね、2筋攻めれる格好なので、もちろん6二玉と上がるね指し方もあるところなんですが、実戦はね、後手の方は5五歩と突きました。でねこれで2四歩といくと、で同歩同飛車、そして5六歩と、3二金とやればより穏やかな手ですかね。これで6九玉と打ったりして、これも一局の将棋です。5六歩はね一瞬ハッとする手というかね、こう中飛車側から見るとこうやって見たいですよね。金がわざわざこう王様から離れていったように見えるからですね。ただこの場合はこの7八金というのは実は一見こう王様から離れた目ですごく手堅い手で、実戦で見られるように同歩と取りまして、この時ですよね
こう角を交換して同銀で3三角という手がね効かないですよね。7八金上がってるんで当然2一飛車成で堂々と2一飛車成で先手優勢です。はい、この8八角成同銀3三角って筋が消えることがね非常にこの7八金型のメリットというかね大きいところなんですね。もちろん相手方同飛車とこれ気持ちいい王手なんですが6九玉とさあ寄っておいてねこれ指し慣れたいとドキドキしますよね。なんかこう駒が乱舞してて危なそうに見えるんですけど、当然これね寄ったら飛車成られそうだって言って、ただねなるとこれそれ以前にここが大変ですね。これねよく見ると今王手で飛車が走れたからよかったんですけど、飛車が成ると先手番が来るとこれ8八ね2二角成で、同銀同飛車成でね破られちゃうんですね。もっと言うと、さらに欲張って2二飛車成でいってね同銀で2四角と打って竜を取っちゃうのもあるかもしれないですね。これちょっと困っちゃうぐらいですね。銀を取る手もあるぐらいなんでね。なのでこれ騙したつもりが騙されたじゃないですけど、飛車成れそうなんですけどなるとね大変なことになっちゃうんで、後手も結局3二金と手が戻るわけですね。これももうすいませんもうしつこいようですけど角を交換して同銀とやっても手がないですよね。浮き駒がないので角を打っても桂を取るとね、後手の手を完全にこの7八金で封じてるのを皆さんお分かりいただけるかなと思います。ですので、後手は3二金と上がってね、でこうなるとね意外と穏やかです。次が飛車成る飛車成ったら切る手があるんですぐは大丈夫なんですけど、4八銀と上がるのが一番無難でしょうね。4八銀で6二玉と居玉を避けて6六歩とね、こうなるとどうですか皆さん、ちょっと落ち着いたね危ない手がね6六角と取ってくれば桂取っちゃえばいいですからね。はい、で6六歩に7二玉で6八銀と金銀を押し上げていきます。そして8二玉と後手はどんどんね囲っていきました。そして5七銀右とこの手がね先手としてはやってみたい手とかね狙いの一つで、実際5四に引いたんですけどね、5一に引いた方が無難でしたかね。プロの実戦でもね同じような変化に進むことあるんですけど5一に引いてる方が多いですかね。というのも実戦5四に引いたんで、4六銀と出てねやはりこの飛車と銀が近いんですよね。もういつでも4五銀とか5五歩とかね、実戦はここからこの飛車が圧迫される展開になったので、もちろんその圧迫をかいくぐってねさばければいいんですけれども、よく言えば積極的、ちょっとデメリットを言うと非常に当たりが近くてね抑え込まれやすいというね、5一に引いていればこれでも先手は4六銀と出るような感じなんですけど、どうですかね明らかにちょっとね飛車が楽というね感じなんでね、はい、実際5四飛車と引いたんですが、4六銀と出て7二銀に2八飛車と引きましてね、次2四歩と打てるとね破られちゃうので2三歩と、受ける形になったんですが5八金と上がりましてね、で4二銀に7九玉とで9四歩に9六歩、なんかね櫓のような形なんですけどね、カニ囲いの格好ですね。で5三銀と上がりました。この4六の銀がねいい位置でして、例えば銀がしてると3五歩とついてねこう5四飛車型の狙いとしてはこういう手が一つあるんですけれども、4六に銀がいればねこれすぐパクッと取っちゃえばね飛車回り防げますからね。はい、実戦は5三銀と銀を繰り出してきたんですが、ここでね5五歩と。打ちました。打たないでね単に6七金右もあるんですけどね、4四銀と上がられて、ちょっと飛車がね生還っていうかね下の方に下がりやすくなっちゃうんで、ちょっと欲張った手ですね。ここで歩を打っちゃえば飛車が縦に引けないと、実際5五歩に5七四飛車とねあったんですけど、これで6七金右と上がって、4四銀と上がったんですが6五歩とついて、どうですかね、なんか飛車が圧迫ね、これは突かないと5五銀って出られちゃうんでね、5五歩ね6五歩は角道を通してね気持ちのいいところでね、これは先手の作戦がまずうまくいってるでしょうね。無事にやっぱ飛車先の歩交換できてるんでこの金が動けないですしね、一歩持ってるし飛車がね次場合によっては6六金から7五金とかで圧迫がね効きますしね、この場合だったら飛車当然こっち行った方がいいですよね。楽に戦えるんでね、ちょっと後手の作戦がねいまいちうまくいってない感じですかね。で実際3五銀と、ただこれはとってもいい勝負手で、同銀同歩となればいっぺんにね後手がさばきやすい格好に変化しますね。これですと飛車がこちらにこっち行った方がいいですね。飛車回って戦えるんでね。なんですが3五銀に対しては
4五銀とかわしておいてね、結構これねさばきにくいんですよね。3三桂と飛ぶ手が気持ちいいですけど、銀を引いておくと意外とこれ以上ね手がない格好ですね。実戦は1四歩と、1三角の含みですよねついたんですが、ここで6六角と、対局編の時にも言ったんですけどね、この格好は非常に飛車に弱いです。例えばこの段階で飛車が交換になったりするとね、ひとたまりもないですね。飛車打たれてこれひとたまりもないので、それだけね気をつけてほしいですね。飛車交換になるような展開は避けたいと。で6六角と上がって王様がやっぱ入れればね、今度は飛車交換歓迎に変わってきます。で6六角と上がって6四歩と、その角にね狙いをつけてきたんですが、5六銀と引きまして、6四歩という手がやればね7七に上がっとく手もあったんですけどね、これなら6四歩には6六金みたいな受け方がね、6五歩なら7五金とかねできたんですけど、あえてね角をここに上がって誘って銀を引いてね、6五歩なら同銀でかえってね、後手の飛車が苦しくなるんでね、ちょっと6四歩誘ったような意味があります。で、4四銀と引いてね、銀をここにいてもしょうがないんでね使ってきました。それで5八飛車、これは次に一応6五歩同銀、うまくいくか分かんないですけどね、こういう荒さばきが一応ありますので、5筋に飛車を回ってね、一番穏やかな手ならこう歩を取って同飛車で歩を打てば一番穏やかなんですけど、これだと飛車が生還してね、私も安心だけど相手も安心みたいなね感じになるのでね、この飛車は息苦しさをこう許さないように飛車を回ってね、今度は取れば同銀で5五歩を5五の地点を飛車と角で支えてるという仕組みです。で5八飛車に対して、3三桂と飛んできたんですけれども、4六歩とこうね銀がぶつけてきそうなので受けとくとね。で1三角と今度4六角を狙ってきたんですが、今度はね4八飛車と、今度はね6五歩同銀に5五銀がなくなってますから、飛車が5筋にいる必要性がねないので飛車を寄って防ぎました。ここまではね、相手の方の手にちょっとこう押されてるように一見見えますけど、実は先手はねもうとにかくこう8八玉一手上がっちゃえば、あとはもう我慢した分をね一気に、もう王様の硬さが片身のに対してこっちの方がもう後傾で、この3二の金がね中途半端な駒になってますから、とにかく王様の一手入れるまで先手は我慢しておけばね自然と局面が優勢になるってことですね。実戦は5三銀と引いたんですが、待望の8八玉でね、これでもう私の陣形はね、今度こそこう飛車交換仮になってもね安泰な格好ですね。強い戦い歓迎な形です。ただ相手のこともねこれ3五歩とって、この辺の手順はね非常に素晴らしかったと思います。ここずっと飛車がね苦しかったんですけど、銀引きと歩によってにわかにね飛車がこう2筋側に回る変化がね見えてきましたね。で、私2八飛車と回って3六歩ね。さあこれで2八飛車というのは2四に回られる手をね先に防いだ手なんですけど、3六歩はね当然ながら機敏な手で、同歩と取れば4六角と出て、これちょっと嫌な格好なんですよね。飛車寄るしかないんでね、ちょっとこれはせっかく回ったのに、飛車は苦しくなるんですけれども、実戦は3六歩に2六飛車というのはね受けの形ですね。ここは6四歩とか取ってね3七歩成同桂でも攻め合っちゃう手も考えられたんですけれども、丁寧に指すなら2六飛車、これね実は覚えておいていただきたい受けの手筋でね、3七歩成なら同桂で非常にいい形で受けれますね。3六歩を飛車を受けつつ4六に角が出られないと。4六角と出てくれば3六飛車と排除することでね、これもね先ほどのこういう形で一方的に狙われる形に比べてね非常に味よく受けれるということですよね。実戦はこの時に6五歩と取ったんですが、同銀と取って、そうですね、これは先手好調でしょうね。非常にまとまりがいいですよね。金と銀がやっぱりバラバラ、これ例えば仮なしこの辺に金がいればね、もちろんこれ飛車が成れちゃうんですけど、これにいればもう後手も硬いんですけど、この、ちょっとした差なんですけどね、中央の薄み。実際これね4六角出たんですけど、これちょっと錯覚がありましたかね。飛車取られちゃったんでね、飛車を2四にやるってぶつけるか3四飛車と回るか、こうやっていけばねまだ難しい勝負だったと思いますね。先手も不満ない、例えば戻すような手ですか。飛車ぶつけてますかね。でこれ4六角で困りそうなんですけど、歩突く手がテクニックで、同角に飛車を寄るとこうね角成りには飛車を取れるという、これをぜひ覚えてほしいテクニックでね、6八角成には3四飛車でいいですし、
角がね飛車が不自由になると、まあ3六同飛車もあって、まあ、どっちも3六ですみません3六同飛車3六飛車でぶつけちゃう手もあるところですね。飛車を寄れば5四歩とついてね、要するにこういう決戦になった時に非常に王様硬いんですよね、先手の方がね。はい、ただまあ飛車を3四飛車か2四飛車か、まあ、ぶつけちゃうか回るかね、まあ、これで別に形勢がね好転するわけではないですけど、こうやるしかなかったでしょうね。まあ実際ちょっと4六角はね多分錯角ちょっとね錯角の手だったと思います。こう出たんでね、当然こう飛車が先に取れたんでね、ここははっきり先手がね具体的なね実利を上げたんでね、はっきり優勢になりました。で同歩3六飛車で2四角、で3四飛車とね、まあこれはねまあ形勢優勢なんですけれども、まあどういった感じで指していくかですね、優勢の時にね、まあ、もちろん飛車とか打っていってもいいんですが、まあなんていうんですかね、遊んでいる駒を使っていくようなイメージがいいですね。例えばこの飛車はね今ちょっと桂馬睨んでるんですけど、こう浮いておくことでね相手のこう睨んでる角といつでも差し違いにしておくというね、まあ損のない手ですよね。はい、いつでも切れますよとね、相手からはこうね切ってくる手がないというね、四角に入ってで、あと5四歩という手がね気持ちいいって狙いになってるんですね。はい、実戦は6五歩と打って7一角と、そうですね、ちょっとね銀歩だけですかね、こう打ってっても、まあ、例えば8六角とかわされてもね、まあ、6七銀成と取っても同銀で銀取りが残っていてね、また銀でね金駒で攻めるとまた取った駒をまた埋められちゃうんでね、ちょっとこれはね攻めが届かないでしょうね。実戦は3八歩と、まあこれもテクニックなんですけど、やっぱり飛車取られてますからね、まあこれで桂とか香を取ってね、桂香取れて桂とかね打てればいいんですがね、これはちょっとなるまで時間かかるんでね、ここで私は反撃ですね。8六角と出まして、6二銀に5四歩と、まあ快調ですね。で、5二歩と打ったんですが4一飛車と打ちまして3九歩成、まあこれがしょうがないですね、後手の方も変化できる3九歩成なんですが、6三歩とねここに叩く手が厳しい手ですね。同銀こっちだと金取られちゃうんでね、まあ実戦は銀をかわしたんですが、同銀でもね6四歩と打つ手が非常に厳しい手になります。まあ、実戦は銀をかわしたんですが、この3歩成となりまして、同歩にまあ2四飛車とね、まあいつでも切れた飛車を切りまして、同歩5三角成と、そうですね、一段飛車と5三の角成って持ち駒に角というのはまあ美濃囲い崩しの定番の形ですね。実戦は5二銀とまあ打ったんですが、7一角というね、まああと急所に角が入りまして、まあ9二玉と逃げたんですが、まあここで5二馬と取りまして、で7一金がね結構粘り強い、ちょっと一瞬私もハッとしたんですけどね、これ同飛車成だと4四角、まあもちろん同飛車にとって角打って合駒してね取らして金とかでも優勢なんですけど、まあ9五歩とついて、そうですね、ちょっとこの角が取れたんですけど、この9五歩が厳しい手でねちょっと受け難しいですかね。まあ同歩と取れば9四歩もありますし、5三馬のような手でねまた金を防ぎつつね、金を寄ればまあ垂らすとか銀を打つとかね、まあ王様が鉄壁なんでね、いくらでも攻めが続きます。まあ、実戦は、9五歩に対して、8二金とね金取りをかわしたんですが、9四歩と取り込みまして、まあ5八飛車とねまあ反撃なんですけれども、もう馬取りをね受ける必要ないですね。9三銀と打ち込みまして、同桂、まああとはね詰み筋ですね。同歩成、同金、同香成とね、まあ着実に剥がしまして、同玉9一飛車成と、まあ下からね竜が回る、飛車が回り込む形になってね、はい、で9二歩に9九香、9四香とね、まあ歩合駒がないのでね、まあここら辺はね先手余裕がありますよね。詰まなくても王様安全ですからね。まあ実戦は8四玉8六香とね、ここに王様が来れば竜が引く形で詰む形になります。9五玉とねこう歩の影に隠れて、香の影に隠れたんですが、9六がね寄せの決め手で同玉9七歩と打って、9五玉に8五金と打ったところで相手の方の投了となりました。まあこれはねもうほんと最後まで相手の方は指していただいたんでね、はっきり1手詰めの局面でまあ決着となりました。
はい、いかがだったでしょうか。後手番のご機嫌中飛車に対する対策ということで、別動画でもねご紹介してると思うんですけれども、例えば超速3七銀戦法とかね、あと5八金右型とかね、いろんな形がある中で今回は7八金型というね、非常に有力な対策の一つをねご紹介することがね皆さんにできました。ご機嫌中飛車にね対策に苦労されているという方はぜひぜひその参考になればなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。